お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、日本陸軍の清方編の軍人にして、数多くの伝説を残した参謀、辻正信について、日本陸軍がソ連軍と衝突したノモンハン事件における、特に激戦だった第二次戦闘の視点から、話をしたいと思う。第一次戦闘を解説した前編から久方ぶりの投稿だな。辻正信とノモンハン事件を解説する上で、アップ主としては、数多くの教訓と規模感という点からして、第二次戦闘がメインと考えるので、本動画だけでもご視聴をいただけるよう配慮して作成をしておりますが、第一次戦闘と辻正信に関しても、ご興味のある方は、概要欄に URL を貼っておきますので、ご覧いただければ後人の至りです。ノモンハン事件は大別して第一次戦闘と、小康状態を挟んで勃発した第二次戦闘とに大別できる。第一次戦闘は、大日本帝国陸軍、これ以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍と、当時ソ連の衛星国であったモンゴル軍との衝突を皮切りに、ソ連軍も参戦しての展開となった戦闘だ。この時点で、関東軍参謀の辻正信は、意外にも対祖攻撃については慎重な方針を持っていたんだが、どちらかというと現場部隊である第23師団の強い意向があってソ連軍と本格的な戦闘に至り、その結果、近代的な機構戦力を有するソ連軍に苦戦し、師団零下の特定の部隊は戦力を喪失してしまうというのが第一次戦闘の経過だった。辻正信参謀が慎重な作戦方針を持つのはイメージに反すると言っては失礼だが、イメージに反するな。しかし、辻参謀としても敵の情報収集活動に知見があったわけではなく、むしろ敵の情報を正確に収集することなく、画電飲水的な情報評価で攻撃方針を固めるという、昭和の帝国陸軍の伝統と言っても過言ではない形でノモンハン事件に関わっていたので、辻参謀の上司も含めてだが、第二次世界大戦ではより明確となる帝国陸軍の問題点を示唆する側面もあった。そして、この敵情に疎いという帝国陸軍の感激を的確に突くという優れた能力を有したソ連軍の将軍が、ノモンハンに着任する。誰、そのソ連軍の将軍って。ゲオルギー・ジューコフだ。ジューコフ将軍は、若い頃は毛皮職人の下で修行に励みながら夜学に通ったという人物で、そのまま何もなければ毛皮職人になるルートだったが、ロシア革命では赤軍に入隊してその頭角を現し、スターリンによる大粛清からも生き残った、赤軍でも指折りの軍人だった。ジューコフを極東に送ってくるあたりソ連軍の本腰ぶりが伺えるな。一般的にも、ノモンハン事件でソ連軍の軍人といえば真っ先にジューコフ将軍という司令官が挙げられる傾向にあるように思う一方、日本側の軍人といえば辻参謀などの幕僚が挙げられる傾向を見ると、帝国陸軍の幕僚統帥という風潮が感じられるように思う。日本側の指揮官って誰だったの？関東軍司令官の上田健吉大将だ。辻正信や服部拓四郎ら幕僚と比較すると知名度は幕僚らが高い印象があるな。上田司令官は、後年の一橋大学である東京高等商業学校を経て陸士に入学して軍内で累進するという、陸軍幼年学校卒業者の優位が囁かれていた陸軍内にあっては注目すべき経歴を持つ人なんだけどね。いかんせん、ノモンハン事件では幕僚に引っ張られた感がある。さて、ジューコフ将軍は第一次戦闘でいた敵情や戦訓を糧とし、火力の増強や装甲部隊の拡充に努め、航空部隊の訓練強化など矢継ぎ早に手を打ち、リベンジに燃えていた。そして、第二次戦闘が幕を上げることになる。どっちが仕掛けたの？第二次戦闘は入念に準備と訓練を積んだソ連軍の攻撃から開始された。第一次戦闘では熟練の帝国陸軍航空部隊に苦杯を舐めたソ連軍航空部隊が、スペイン内戦経験者の指導も得て満を持して出陣し、満州国の国境を越境の上、燃料備蓄庫等を爆撃した。日本軍は反撃しなかったの？当然、帝国陸軍の航空部隊も応戦したが、陸軍中央が戦域拡大を恐れて必死に関東軍の手綱を締めようとした効果が出たのか、積極的な攻勢には出なかった。しかし、ソ連軍の陸上部隊も満州国の国境を越えて帝国陸軍の駐屯地に攻撃を仕掛けるに及び、
再び熱い情熱を燃えたぎらせる軍人がいた。全然関係ないけど熱い情熱を燃えたぎらせるって、頭痛が痛いみたいな重複表現なのかな。誰かね、その熱い軍人は、第23師団長、小松原中将だ。小松原中将はソ連軍と交戦する第一線の現場部隊の指揮官として、第一次戦闘での苦戦ぶりを取り返す意味合いもあったかもしれないが、この際、ソ連軍を徹底的に叩くべきという強硬意見を関東軍に上申した。上申に対する関東軍の対応はいかに？意見が割れたんだ。関東軍参謀部作戦課長の寺田大佐は、小松原中将の上申につき消極的な立場だった。その理由としては、ノモンハンに限らず、帝国陸軍の置かれた全体的な状況を考慮すると、関東軍は自重すべきだという意見だった。帝国陸軍の置かれた全体的な状況って具体的にどういうこと？まず、帝国陸軍は当時、日中戦争の泥沼にはまっている状況であり、満州の北辺に軍備を集中できるような状況ではなかった。しかも、タイミングの悪いことに、天津疎開では殺人事件の被疑者の身柄引き渡しをめぐって帝国陸軍はイギリスとも緊張状態にあったので、そちらにも注力をする必要があり、ますます満州で火事を起こすわけにはいかないという事情があった。忙しいな陸軍は、この寺田大佐の意見に対し、猛烈に反論を加えた人物がいた。察しがつくところだが、誰かな？本動画の主役、辻参謀だ。辻参謀は、自身の信じる目的や手段を実現するためであれば、上司だろうと部下だろうと猛烈な勢いで説得を重ね、押し通してしまう力があったが、この局面でもその能力は発揮された。辻参謀としては、ソ連軍が顔を出してきたこの初期段階において痛烈に打撃を加えるべきであるという強硬方針を開陳した。関東軍としては作戦課長と一階の参謀の意見が対立しているわけだが、結果はどうなったの？辻参謀の猛烈な説得、そして作戦班長の服部拓司郎など他の参謀も多くが辻参謀の方針に同意したため、寺田大佐は自説を撤回し、関東軍参謀部の総意としては、強硬方針を採用することになる。説得能力と意志の強靭さという意味で辻正信は得意だったのかもしれないね。関東軍参謀部の意見を見事にまとめた辻参謀は、関東軍としての作戦計画の起案を行い、関東軍司令官の上田大将の承認を得ようとした。ところが、この段階でややこしいことが起こる。ややこしいことって、決裁のめんどくささという現象を体験したご視聴者様もいらっしゃるかと思うが、辻参謀の積極的な作戦計画に対し、上田大将の決裁では、ある修正事項が加えられた。寺田大佐の慎重方針を採用したのかな？いや、そういう作戦方針に関する決断ではなく、日本陸軍的といえば日本陸軍的な話なんだが、上田大将は、結果としては現場部隊の戦力を弱体化させかねない修正を加えたんだ。関東軍司令官がなんでそんな修正を、どんな修正だったの？すなわち、辻参謀の作戦計画では、ソ連軍にぶつける部隊として、小松原中将率いる第23師団ではなく、帝国陸軍の第7師団をぶつける方針を描いていたんだ。北鎮部隊の第7師団じゃないか。戦歴の浅い第23師団と比較して、精鋭中の精鋭にして古豪の第7師団を持ってくるあたり、辻参謀の意気込みが伺えるんだが、上田大将はこれに待ったをかけた。なんで？小松原中将のメンツを考慮したんだ。現場で奮闘する小松原中将の率いる第23師団ではなく、別の師団を動員してソ連軍に対抗したら、第23師団には戦力外通告を暗にするようなもので、師団長たる小松原中将のメンツは潰れることになる。上田大将は、それは統帥の本旨にもとるという理由で、第7師団を主力とするのではなく、第23師団を主力とするよう修正させたんだ。人情に熱いという意味で良いとは思うが、実戦に臨む作戦計画としてはどうなのか。辻参謀は渋々だったかもしれないが、上田大将の意向に逆らえず、作戦計画の戦力構成を変更した。しかし、第7師団を完全に参加させないわけではなく、第7師団の部隊を一部抽出し、これを第23師団に増派するという修正を行った。関東軍としては、この積極的な作戦計画を、
東京に全く黙って実行することまではしなかった。参謀本部と陸軍省で認めるべきかもめた末に陸軍大臣の決断で認可されたが、一つ、関東軍は東京に秘密裏にしていることがあった。どんな秘密作戦があったの？国境を越えたモンゴル領であるタムスクに対する空爆作戦だ。このタムスク空爆にも辻参謀は深く関わっており、自ら航空機に乗り込んで偵察を行うなど、その行動力を発揮していた。しかし、タムスク空爆作戦は事前に東京に漏れてしまい、激怒した参謀本部は中止勧告の上で、わざわざ将校を満州まで派遣して一挙爆撃を止めようとした。結果として東京の承認なしの越境爆撃は止められたかな？いや、強行された。関東軍も去るもので、中止させようとする将校が東京から来るなら、その将校が満州に到着する前に空爆を実行しようということになり、タムスク空爆を強行したんだ。毎度のことだが下克上だな。関東軍としては、活動を強めるソ連軍航空部隊に対する牽制をしたい意図があったのかもしれないね。関東軍は、爆撃機と戦闘機による大編隊を編成し、タムスクを爆撃した。この際も辻参謀は司令部にこもることなく、自ら爆撃機に搭乗して戦果確認を行っている。爆撃はうまくいったの？ソ連軍の不意をついたこともあり、関東軍としては満足のいく結果だった。さて、辻参謀の起案した作戦計画だが、同計画では、ノモンハンに集結した帝国陸軍の現場部隊をハルハ川の東、西、そしてソ連軍の退路を断つ3個の部隊に分割して、ハルハ川の東岸と西岸からソ連軍を撃滅するという構想が立案されていた。しかし、思わぬ障害が帝国陸軍を苦しめる。思わぬ障害とは？戦車部隊の渡河問題だ。この戦闘には、帝国陸軍の戦車史に刻まれる初の戦車集中投入が行われ、関東軍の虎の子とも言うべき第一戦車団の中核戦車部隊が参戦していた。辻参謀が主体となって起案し、関東軍の承認した作戦計画では、この戦車部隊をハルハ川西岸に渡す必要があったんだが、戦車を渡河するための資材に乏しく、難航必至の状況だった。西方電撃戦でドイツの戦車がフランスの川を悠々と走り抜ける映像を見たことあるけど、そんな感じで渡れないの？ハルハ川が大きすぎてそれは危険だった。作戦計画の立案時点でその問題は訴状に乗らなかったの？一説には、小松原中将は渡河資材が乏しいことに不安を抱いていたが、辻参謀が持ち前の説得力と勢いで小松原中将を押し切ったそうだ。戦車が渡河できないことが判明してどうなったの？作戦計画が変更された。渡河する部隊を戦車部隊から歩兵や砲兵で構成される小松原中将直卒の部隊に変更し、戦車部隊は渡河をせずハルハ川の東岸で戦闘することになった。こう言っては悪いが最初からグダグダな感じだな。さて、まずは戦車部隊の動きだが、帝国陸軍としても初めての体験である戦車部隊の戦闘だったものの、当初は善戦し、特に戦車部隊によって敢行された野襲はソ連軍に対し大きな戦果を挙げた。当初は善戦だったということは終盤は違うと。帝国陸軍としても初めての戦車部隊による戦闘だったので、やはり事後教訓として学ばなければならない点がいくつかあった。まず、戦車部隊が、歩兵や砲兵と機動的に連携できなかった点が挙げられる。なんで連携できなかったの？戦車部隊のスピードが速すぎたんだ。というよりも、歩兵や砲兵のスピードが遅すぎたという表現が正確かもしれない。砲兵が戦車と比べて遅いのは仕方なくない？機動的に敵を叩き、かつ迅速に敵陣地を占領するためには、戦車部隊に随伴できるスピードを持つ、機械化部隊としての歩兵や砲兵が必要だった。しかし、そういった研究は帝国陸軍ではまだまだ進んでおらず、後年の課題として残ることになる。他に教訓はあったかな？もう一つは、ピアノ戦だ。某探偵漫画のトリックに品質のやつじゃないか。これは歩兵、砲兵や工兵との連携不能という教訓とも関連するんだが、歩兵や砲兵を置いてけぼりにして爆速で進撃してしまった帝国陸軍の戦車部隊は、ソ連軍が周到に張り巡らせたピアノ線に絡め取られ、動きが鈍ったタイミングでソ連軍が猛射撃を浴びせて撃破されてしまう例が頻出したんだ。結果として、個別の戦闘では善戦した戦闘もあったものの、
連隊長である吉丸大佐が戦死するなどして相応の損害も被り、虎の子である戦車部隊の完全喪失を危惧した関東軍は、ノモンハン事件が進行中であるにもかかわらず、戦車部隊に撤退を下令することになる。次に、辻参謀も堂々していた、春葉川の渡河部隊を見ていこう。春葉川の渡河に際しては、戦車ほどでないにせよ資材不足で難重し、ソ連軍が東岸の戦車部隊に関心を奪われていたことも幸いし、歩兵第71連隊等が渡河に成功する。そのままソ連軍を撃滅できたかな。いや、ジューコフ将軍の判断は素早かった。東岸に目を奪われていたことに気づいたジューコフ将軍は渡河してきた帝国陸軍に速やかに対応し、ソ連軍の戦車部隊を差し向けたんだ。この戦車部隊に対し、帝国陸軍は火炎瓶や地雷で対抗し、意外にも戦果も上げたが、じりじりと戦力が削られ、窮地に陥ることになる。なんで火炎瓶でソ連軍の戦車に対抗できたの？一説にはだが、当時のソ連軍の戦車はガソリンエンジンを採用しており、かつ、車種によっては可燃性のペンキを使用していたので、火炎瓶によって一旦引火すると車体が燃え上がったそうだ。窮地に陥った渡河部隊の方針を定めるべく、前線に出張っていた辻参謀、服部拓司郎参謀、そして小松原中将らは会議を行い、作戦方針の変更を決断する。どんな方針変更を？東岸への撤退だ。せっかく渡河したけど、全滅を避けるためにはやむを得ないか。多大な犠牲を出しながらも撤退には成功したが、参謀長の大内大佐が戦死するなど、被害は大きかった。春葉川東岸で合流した帝国陸軍は野州戦術を駆使してソ連軍に継続的な被害を与えるなどして戦闘を重ねたが、双方の火力差等に起因して、戦線は次第に膠着状態となった。ソ連軍の空爆も激しさを増し、満州国では戦時に備える目的の防空令が発動され、戦火がノモンハンという荒野だけでなく満州全体に拡大するのではないかという状況に至る。東京の陸軍中央はずっと傍観だったのか。参謀本部は不拡大方針に関東軍を従わせるべく努力を重ねており、関東軍の参謀長である磯貝中将を東京に呼び出して関東軍の懐柔を試みたが、磯貝中将はこれに応じなかった。増援部隊も交えての反撃を帝国陸軍は試みたが、圧倒的火力と物量を有するソ連軍を破ることはできず、攻勢は頓挫した。辻参謀の動きは、関東軍は第6軍を設置して部隊編成を再編し、持久戦に備えた。その際、先ほど言及した精鋭の第7師団を第6軍に組み込む案も検討されたが、辻参謀らはこれに反対した。ノモンハンでの第7師団の参戦で作戦計画を描いていた辻参謀がなんで今度は第7師団の参加に反対したの？辻参謀はこの時点で、日ソの局地的紛争であるノモンハン事件が、満州全体に戦火の及ぶ事態を危惧していたそうだ。そのため、満州防衛に必要不可欠な第7師団をノモンハンで摩耗させることは合理的でないと判断したように思われる。しかしながら、ソ連軍はノモンハンの使命を決する大攻勢の準備を整えていた。関東軍はこの動向を察知できず、もはや取り返しのつかない打撃を受ける運命にあったんだ。なんで察知できなかったの？個別的な要因としては、ソ連軍の偽装工作が効果を発揮した点にある。すなわち、ソ連軍は虚偽の通信を繰り返して持久戦を準備しているかのように装い、偵察攻撃を繰り返して部隊間の移動を帝国陸軍に慣れさせ、本当の目的である大攻勢のための部隊移動を偵察攻撃に偽装するなど、用意周到だった。また、一般的な要因としては、帝国陸軍の情報軽視の風潮が挙げられると思われる。伝統的に帝国陸軍では、最も優秀な成績を収めた幹部候補が作戦部に配属され、そこが王道のエリートコースとみなされ、情報部は二流の扱いを受ける傾向にあった。その結果、敵情を十分に収集し分析した上での作戦立案という側面が弱い傾向にあったと言えるだろう。その弱点が、ノモンハン事件では出てしまったわけだ。ソ連軍は周到に偽装しながら準備を重ねた大攻勢を発動し、完全に不意をつかれた帝国陸軍は混乱を極め、局地的には反撃して前線する部隊もいないわけではなかったが、全体としては著しい損害を受けることになった。
辻参謀はどう関わってたの？辻参謀は危険であっても前線に出て味方の状況を把握する姿勢に富むところがあり、この時もソ連軍の航空機などに撃たれそうになりながら前線に出ていた。そして、辻参謀はソ連軍の弾が飛んでくる交戦エリアまで出張って、味方部隊の惨状を実際に確認し、独断で当該エリアの部隊に撤退命令を出すなど果敢に行動している。指揮系統の問題はあるにせよ、本当に器用方変に富む人物だな。辻参謀の果敢な行動もあったが、不意をつかれた帝国陸軍の損耗は激しく、結果として第23師団は 70% 以上の損害率を出して、壊滅的状況に陥った。関東軍は潔く諦めたかね。そこは不思議な点なんだが、関東軍はあくまで強気を維持しており、ソ連軍に対しさらに反転攻勢に出ることまで考えていたようだ。しかし、東京の陸軍中央は、今度こそ断固としてそれを許諾せず、政府間では停戦交渉が始まり、停戦協定が成立。国境線はソ連が従前から主張していた線で確定してしまった。なお、ノモンハン事件後の辻参謀に対する処遇についても言及しておこう。満州事変における石原幹事ほどではなかったにせよ。ノモンハン事件における積極的な構成計画の推進に重要な役割を果たしていた辻参謀は、左遷される浮き目に遭う。そのまま浮かばれなかったの？いや、これが帝国陸軍らしいといえばらしい展開なんだが、一時は官職での筆足を余儀なくされた辻参謀は、その後に大本営参謀という要職に栄転し、第二次世界大戦では帝国陸軍の中枢で仕事をすることになる。なぜなのだろうか。試験だが、帝国陸軍では当時、人事を行うにあたっては、新章出伐よりも人間関係が重視されていた傾向が影響したのではないか。連隊における連隊長と中隊長、陸大における教官と学生、陸士における隊長と生徒といったような、濃密な人間関係に基づく浪速節の人事傾向により、辻参謀は再度引き上げてもらうことになったのではないだろうか。辻参謀を評価する上司は一定数いたということかな。新章出伐で考えると引き上げようがなかったのではないかと。試験だが資料する。さて、以上の通り、辻正信参謀などの解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルだけでなく、ナチスドイツ国防軍や大日本帝国陸軍の戦車、突撃砲、高射砲、対戦車自走砲などを扱っている、飛行情報号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は秋田号のチャンネル登録だけでなく、飛行情報号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が防空戦力の拡充のため本腰を入れて開発した新鋭高射砲、3式12センチ高射砲の解説動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号と飛行情報号のチャンネル登録をよろしくお願いします。